ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。さて今日はですね、我が家のとても大変だった一番の困りごとであった癇癪について効果のあった対応法をご紹介したいと思います。こちらのチャンネルでは理解されづらい、パッと見わからない発達障害でお困りの保護者の皆さんに向けて我が家の実例をもとに効果のあったことないこと、意識していることなどを雑談ベースでシェアしております。もしよろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、実際に私が1年半前に、お医者さんのところに行きまして、息子を診察してもらって、私とも話をして困りごとを共有した後に、第一声に親の対応がちょっと間違っているというふうに言われ、こういう対応をしましょうと指導されたものに基づいております。ただですね、素人の私の解釈ですし、お医者さんの言葉を一語一句お伝えするってこともちょっとできないので、あくまでも一般家庭の我々が、指導をもとにこんな風に対応を変えたらこんな効果がありましたよ、良かったですよというそういった視点で聞いていただければと思います。でまずですね、我々がどんな間違った対応をしてしまったのかというのは次の動画でお話をさせていただくんですけれども、息子はですね、とにかく朝から晩まで癇癪が出まくっていました。もう癇癪はですね、1歳の時から自傷行為を手を噛んだり頭を打ちつけたりっていう激しいものは赤ちゃんの時からあったんですけれども、3歳4歳と自分で言葉を発せられるようになってからでもちょっと思うようにならなかったり、ちょっと親の対応が自分の望むものでなかった時にわーっと怒りと涙とって本当に激しい感情が出てくるタイプの子でした。でそれがたまに手になったり足になったりと暴力として出ることもあったりとかですね、私があまりにももう癇癪とか泣き声って本当に脳を殴られてるみたいな感じで、体がもうだんだん悲鳴を上げるんですよね。ご経験ある方はわかるかなと思うんですけれども、もうやめてくれと、もうやめてお願いみたいな、そういう本当にドラマのワンシーンみたいな悲劇的な瞬間になるんですけれども、それが日常、もう一日に十何回も出てくるみたいな、そういうものでありました。でその時にですね、とても大事な考えになってくるものが、応用行動分析学に基づく考えっていうふうに確か聞いた記憶があるんですけども、望ましい行動を増やして不適切な行動を減らすための客観的な手法として、いろいろな、現場で用いられるということだそうです。もちろんその発達とかの療育の現場でも用いられることもあれば、今はマネジメントとかでも使われるし、ペットのしつけにも使われる、ものです。で今からお話しすることを聞くと、もしかしたらこれはペットにしつけをするのと同じじゃないと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まさにそういう理解の方が理解しやすいかなというふうに思います。でまずですね、何か嫌なことがあった時に子供がわーってなってしまう。でこれもイヤイヤ期の範囲内なのか、それとも範囲外なのかっていうのは観察しないとわからないところはあるかもしれないんですけど、3歳4歳5歳になってもなってしまったりとか、その沸点が低すぎるっていうのは、かなり困りごとになってくると思うんです。でその時にわーってなった時にどうしたのってお話を聞いたりとか、例えばおもちゃを誰かに取られちゃったとか、欲しかったおもちゃが誰が使ってるとかだった時に、じゃあ代わりのおもちゃをあげるねっていうような、その場をなだめるような対応はかなり間違った方向に行きやすいというふうに言われています。
ます。で、つまりですね、何が大事かというと、その問題行動が何で起こったのかっていう前の事象ですね。行動のその前に起こるものをまず観察しなきゃいけない。なんでこの子はギャーってなるのかっていうことをまず知らなきゃいけない。で、もしそれが分かったら、そこを前もって消去したり、サポートすることによってギャーとなる前に、問題を起こさせないことができると。あるいはその問題が起こった後に、その人、その子本人が何を享受してるか、何をもらっているかっていうのを観察する。要は人は自分がメリットがあるから問題行動を起こすんだというような考え方ですね。これは疾病利得とか疾病利益とかそういう言葉もあるように、発達療育とかそういう現場以外にも当てはまることもあるかもしれないですね。例えば風邪をひいて学校に休めるから熱を出すとか、いろいろな利益があるから、その行動を起こすっていうのは大人でも子供でもあるのかなと思うんですけども、そういう問題の後何が起こってるのか、あるいは問題の前に何が起こってるのか、この前後を見ないと彼女らの問題行動は一生なくなりませんと。むしろその問題行動だけに着目をしてなだめてあげたり、優しくしてあげたり、お話をよく聞いたり、物をあげたりすると、僕はこの問題行動を起こせば優しくしてもらえるんだ、お菓子をもらえるんだ、遊びたいおやつが遊びたいおもちゃがもらえるんだっていう逆の学習をしてしまうわけですよね。そうなってくると本当に逆効果で、彼らは間違った学習をしてしまうので、さらに次も問題行動を起こすことになってしまうと。そういう考えのもと、じゃあなんでこの子はこういう行動を起こすのかっていうのをまず観察しなければいけません。パターンをもう書き出す。何時何分にこういう行動があった、その前に何があったか、ここをまず観察するのが、とても根気がいることではあるんですけれども、まずそれをやってみる。そうすると大体パターンが見えてくると。で、その後さらにまた観察をする。彼女らは感触を起こしたことによって何を得ているんだろうというですね、まず分析が必要なんですね。分析って言ってもそんな難しいことではなくって、こうなるパターンは何だろうと。なんでこうなるのかな。また、何を彼らは得てるのかな。そのどちらかを消去しないと、消さないと問題行動はなくならないっていう、そういった考え方です。で、例として聞いたことがあるのは、自閉症のお子さんで、発語がちょっとないというお子さんが妹さんが生まれてから妹の髪を強く引っ張って泣かせるっていう困りごとが出てきたそうなんですね。で、それを療育現場の担当の方に相談をしたところ、お母様がお母さんとやっぱり妹さんが生まれてお兄ちゃん寂しいんだと思いますと、もうちょっと触れ合いの時間を増やしてあげてくださいっていうようなことを言われるだったりとか、発語がない、タイプのお子さんは視覚的な情報は割と入りやすいので、カードを見せるとか、そういうちょっと伝え方を工夫してくださいっていうようなアドバイスをもらうことも多いんだそうです。ただこれは本当に効果が全く出なくて、そういう問題行動、困りごとを減らすっていう観点ではちょっと違うアプローチだということも聞きました。要はお兄ちゃんはなんで妹の髪を引っ張ってるのか、本当に寂しいから引っ張ってるのか、言葉がわからなくてカードを見せてほしいから引っ張ってるのかというと、そうではなかったそうなんですね。そのご家庭の場合は、要はお母さんが見えなくなった時にお母さんを呼びたいと。だけど言葉が自分で出ないから妹を泣かせることによってお母さんが心配して見に来る。妹泣かせたらお母さん来るという学習をお兄ちゃんはしてたそうなんですね。なのでお母さんが来てくれる限り妹の髪は引っ張ってしまうわけなんです。そういう学習をしてしまっているので、
そのパターンに気づいた親御さんが、妹の髪を引っ張ってもお母さんは出てこない、代わりに近くのベルを置いといて、そのベルをカランカランカランって鳴らしたらお母さんは必ず出てくるという学習に変えさせたそうなんですね。ただその学習を塗り替えさせるのってすごく根気がいることで、多少ね妹さんが泣いててもグッて我慢して出ないようにしなきゃいけないですし、もっと大変なのはベルが鳴ったら家のどこにいてでも走ってお兄さんのところに行かなきゃいけない。お兄ちゃんにベルイコールママ、ベル鳴らすママ来るって学習させるために、2階に行ってもベランダに行っても聞こえたらダーンって走って行かなきゃいけないっていう、その学習させるまでは非常に親御さんも相当根気強く頑張ったんだと思うんですけど、その結果お兄ちゃんは妹の髪を引っ張るのをやめたらしいんですね。やめて代わりにベルを鳴らす。ただベルをずっと鳴らされるのも、結構たまったもんじゃないというか大変なので、じゃあ今度ベルの代わりにって言ってだんだん段階を経て学習をさせていくっていうような、そういうことなんですね。今申し上げた問題行動の前後を観察する。だから今回の場合はお母さんがいない、お母さん呼びたい、妹の髪引っ張る問題行動、お母さん来てくれるメリットだったわけですよね。なので妹の髪引っ張っちゃダメだよって言っても全然効果がないのは当たり前のことで、じゃあその前後に何があるかを見ましょうっていうのが、非常に大事なわけなんです。で、我が家の場合で言うといろんなケースがあるんですけれども、基本的に一番多いのは自分の思った通りに靴下が履けないとか、ズボンには必ずポケットが左右についててほしいけどそれがないとか、そういう、こだわりから来るものが多いんですよね。で、こだわりって結構理由がないことも多いので、あらかじめこのズボンにはポケットがないんだよとか、でも後ろにはあるからねとか、そういう説明をすることはできるんですけど、もう割となんていうのかな、もう瞬間的に一気に熱が上がるタイプなので、ちょっと我々はどういうパターンでこうなっちゃうのかっていうのは感覚的にしかちょっとつかめないことが多かったんですけど、でも明らかに感触を起こした後のメリットは与えてしまっていたなという自負があって、私たちはもうとにかく何があったのって聞いてたんですよ。で、何かになんとかなんとかだ、じゃあどうすればいいか一緒に考えようみたいな、結構対話でなんとかなるだろうって思ってたところがあって、寄り添い系ですよね。どうして怒っちゃったのって、何があったのって、じゃあこういう時はこうしようねみたいなことをすごい根気強くやってきたつもりだったんですけど、息子にとってはパパかママが助けに来てくれる、パパかママが優しくしてくれるっていうことが、メリットだったわけなんですよ。で、それに気づいた時はもう結構愕然としましてあまりにも間違った学習をさせすぎていたなと思いまして。というのも、よくね、怒ってたり感触する子をねほっとくっていうのもよく聞くんですけど、もちろんそれも実施したんですよ。ただそのやり方が中途半端だったのか、息子の執着がすごく強かったのか、どっちもあると思うんですけど、ワークしなかったんですよね。だけどどうしたのっていくと、泣き止んだりはするので、そこで我々もほっとしてしまってたっていうところがあったんですけど、お医者さんにね、親が間違ってますよって言われた時に、本当にそうだなと、自分で自分の首を絞めてたなとは思いました。ただその ASD とか ADHD とか発達障害という診断がつくタイプの子っていうのは、じゃあメリットなくせばすぐ感触がなくなるのかとか、感触前の行動がなくなったらもうすごく綺麗に感触もなく問題行動もなく過ごせるのかっていうと、そこもケースバイケースなところがあって、すぐ効果が出ることもあれば出ないこともあるので、かなり根気がいるですよね。なのでお医者さんにも言われてるんですけども、とにかく根負けしないことが大事ですと。も
泣こうがわめこうか怒ろうが物に当たろうがとにかく根負けしない。で、絶対にそういう行動をしたら何もメリットがないよってことを徹底的に教えること。ここがね、結構ね、難しいなと感じるポイントの一つかなと思うんですよ。根負けしちゃうんですよね。本当に私もいろんなお子さん知ってるわけじゃないんですけど、うちの例で言うとむちゃくちゃすごいエネルギーで絶対に譲らないんですよね。こだわりが強いので。なので泣いて怒っててもいいことはないよって、意味がないよってうちはよく言うんですけど、それに慣れるまではもうなんかどんどん壁やってきたり、ドアどんどんやってきたり、椅子でこうやってガーってやったりとかね、もうなんかもう耳塞いでキャーってやめてって言いたくなっちゃうんですけど、そこで私が反応したら反応がもらえたっていうまたメリットになってしまうと思って、もひたすら耐えたりとか家を出たりとか、そんなこともありましたけど、効果が出た局面はかなり早く出たこともあって、すごくね、これは即効性がある面も多いと思います。ただ本人のこだわりの強さによっては根気がかなり必要な場面もあるので、もうそこはどんなことがあってもメリットはないんだということを徹底的に教えるっていう強い意志だったりとか、一人だとどうしてもめげてしまうので、旦那さんとか奥さんとかパートナーの方がいらっしゃったら、もう同盟を組んで、もう彼らが感謝を起こしたらメリットを絶対に与えないようにしようっていうね、そういうちょっと心の誓いみたいなものは大事かなと思います。それが一つ目ですね。で、もう一つは、これはかなりペットのしつけに似てるかと思うんですけれども、黙ってそうやって気持ちを切り替えられたらいいことがあるよという動機付けをしてあげることもとても大事です。例えば感触起こりました。感触が起こらないようにするのはちょっと難しくて、結局起きちゃったと。起きた時にもう親がどんと構えて動じないと。で、根負けしないで、泣いても怒っても意味がないからねって、いいことは何もないよってことを知らしめた後、感触収まりました。その時に適切なご褒美があるといい学習をするんですよね、彼らは。自分が自分の力で静かになったらいいことがあるんだと。そうするとまた同じようなシチュエーションになった時も、ここでやめたらいいことがあるかもしれないっていう学習につながるわけなんです。なのでご褒美を必ず与えるっていうのもとても大事で、そのご褒美に関してよしよしって褒めてあげることなのか、好きなゲームを何分かやらせてあげることなのか、おやつをあげることなのか、あるいはじゃあ今日何回これができたらおやつをあげるねだったりとか、あるいは何日間頑張ったから今日は好きな外食を食べに行こうだったりとか、そのご褒美のものだったり、ご褒美を与えるタイミングだったり、あるいはボーナス設計をするだったりっていうのはとても工夫をした方がいいというふうにも言われました。ただ無報酬っていうのは一番良くなくて、なぜならちゃんと学習しようとしているのにもかかわらず、なんか落ち着けたのに何もいいことがないなってなると、やっぱり人間やる気がそがれてしまうので、もうそこはお手ができたらジャーキーをもらえるっていう犬のしつけのように、ご褒美を与える。で、そのご褒美に関して難しいなと思っているのがですね、たくさん褒めてくださいっていうのはお医者さんから言われていて、で、適切な本人にとってのご褒美を与えてくださいっていうのは言われていたので、そっか、褒めが足りなかったのかなと最初は思いまして、感触を収まった時にもう偉いね、すごいね、すごいねって、かなり言いまくったんですよね。で、そうするとなんかさらに怒ってきてしまったんです、一時息子は。で、落ち着いた後にどうしたのって、なんで怒ったのってちょっと聞いてみたら、もうママが思ってること言ってほしいと、思ってないこと言わないでって言ってきたんですよね。その時に
私がその大げさに褒めるのがちょっと嫌だったんだろうなというふうに思いまして、うちの息子の場合はもう大げさに褒めるっていうことよりも、できたことを褒めるのは褒めるんですけど、いつも頑張ってるから、じゃあ今日はおやつを1個多めにあげるねとか、そういう報酬設計の方が効果がありました。で、人によってはおやつじゃなくて YouTube を見るとかゲームをするとか、なんかそういうことのケースもあると思うので、ここのポイントはですね、おやつならいいとか褒めればいいとかそういうことではなくって、その本人にとってご褒美は何なのかっていうことを見極める、見定めるっていうのがとても大事。あとは出すタイミングだったり報酬設計ですよね。大人もやっぱり半年頑張ったら半年後にボーナスがあるって思ったらちょっと嫌だなと思っても頑張って会社行くじゃないですか。それと同じように、ここまで頑張ったらこんな大きなご褒美も待ってるよっていう設計にしてあげたり、とにかくその本人のやる気が持続するような、そういう動機づけになるような報酬設計っていうのが、とても大事だというふうに、言われています。そうのでね、例えば事前に決めておくとか、あとは思わぬ報酬っていうのもすごく効果があるそうなので、この解釈を自分で切り替えられたらいいことがあるよって教えてあげるだったりとか、なんかこうシールできた時にシール貼って10個貯まったらここに行こうねとか、カードを買おうねとか、なんかそういうことをいろいろね工夫する余地があると。ただやる理由がないとやっぱり大人もそうだと思うんですけど、働くのだって対価をいただけるからだと思いますし、頑張れる理由ってみんなそれぞれあると思うんですよね。そこをあえて作っといてあげるっていうことはとても大事だと思います。はい。で、3つ目はもう本当にこう発達障害ですごくあるあるなのが、ついつい叱ってしまったりとか、なんでできないのって言いたくなっちゃったりとか、うちの場合はもうやめてよが多かったんですけど、もう本当に悲鳴にも近い気持ちというか、もうやめてくれと、もうこれ以上言われたらもうおかしくなりそうなぐらい、悲痛な思いだったりとかっていうのを言いたくなっちゃうんですよね、本人に。だけど本人も本人で辛いんですよ。なりたくてなってるわけじゃないし、誰しもお父さんやお母さんに怒られるのが好きってことはそんなないと思うんですよね。やっぱりよくやったねって、偉いねって、すごいねって、かっこいいねとか、そういうのを言われた方が嬉しいはずなんですよ。だけど本人の特性が強いがゆえに衝動的になったりとか、多動だったりとか、こだわりがどうしても強くって感触につながったり、もう睡眠のホルモンが出にくいのも発達障害の特徴らしくって、もう寝られないと。だから8時に布団に入っても2時間寝なくて、隣で寝かしつけてる親はもうイライラが止まらないですよね。っていう風に本当に言いたくなっちゃうし、イライラしちゃうのが発達障害の子たちと暮らしている、生活のあるあるだと思うんです。なんですけど、やっぱり本人たちも怒られたくてやっているわけではないので、必ず家の中だけでもできたねって終わること、できたねを増やすこと、もっと言うとできたねっていうことしか提示しないことっていう風に、そんなようなことも言われました。これはすごく言われた時ハッとしまして、私たちが求めてるものとかお願いしてることとか期待してることが本人にとってどれだけ難易度が高かったのかっていうことをね、なんか言われたような気がして、すごく反省をしました。なのでそのお家では必ずできるだろうなっていうことを提示してあげてほしいと言われたんですよね。例えばご飯落ち着いて座って食べられないと。うちも最近長く座ってられるようになったんですけども、ちょっと前までは一口食べては立って、一口食べては立ってっていうので、毎回怒られてたんですね。なんですけど、やっぱりしょうがないと。であればこの一口食べるまでは座ってよねってすると、本人はそれはできるわけですよね。できることをまず提示する。で、あなたはできるんだっていうことをもう
刷り込ませてあげるみたいなイメージですね。言葉で言うとエラーレスっていう言葉を言っていただいたんですけど、エラーさせない。例えば私が1時間このフルコースを座って食べてねって言ったら絶対できないんですよ。できないから本人も僕はできないんだってなりますし、こっちもなんでできないのってなっちゃうじゃないですか。でもこの一口は座って食べてねってなったらできる、周りもできたね、本人もできた僕はってなるわけですよね。この差はやっぱり蓄積するとすごく大きな差になってくる、自己肯定感にもつながってくるんじゃないかなと思うんです。で、発達障害の子たち、特性が強い子たちっていうのはやっぱり日常生活で困ることもたくさんあると思うんですよね。集団行動でちょっと馴染めなかったり、みんなができることができなかったり、逆にね、みんなができないことできたりとかもすると思うんですけど、そういうできないことがやっぱ目立っていってしまうとどんどん自信をなくしてしまうので、せめて家だけでもできることだけにしてくださいっていうのは言われました。なのでその本人たちがやってよかったと、僕はできるんだっていうふうに思えるような仕組みを大人が整えなきゃいけないっていうのはすごく思いますし、今でもちょっとハードルが高かったなこれって思うこともあったりして、保育園の準備にしてもね、ここまではできるんだけどここからはちょっとハードルが高いなと思ったらできることまでをまず提示する。で、少しずつその階段をちょっとずつ上げていく。で、できなかったらまた戻すみたいな、そういう運用方法っていうんですかねをする。以上の3つ。1つは問題行動の前後を観察してどちらかを消す。2つ目は適切な報酬を与える。そして3つ目はできることを提示する。この3つをですね、最初私は受診の際に説明を受けまして、もう一生懸命ノート取ってお家帰ってからも書いて壁に貼って夫に共有して、親の行動をまず変えました。で、変えたところどんなメリットがあったのかというのはまた次回の動画でお話をできればと思います。今日はちょっと長くなりましたけれども、癇癪行動にですね非常に効果のあった対応を3つ、お話しさせていただきました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。